光は地球が放つ無言の言葉。無数の光の粒が大陸を縁取り、都市と都市をつなぎ、人類の営みを描いた星座のように瞬いています。その総和が夜の地球を輝かせているのです。この光の一つ一つに人類の物語が秘められている。光の奥にあるのは人々の息遣いであり、時にそれは危機や悲劇をも映し出す社会の鏡でもあるのです。NASA が公開している地球の夜を宇宙から捉えた衛星データ、ブラックマーブル。2012年から2023年までの光の変化を色で示した地図があります。光が増えた地域は紫に、光を失った地域はオレンジに描かれ、地球の呼吸のような営みが鮮やかに浮かび上がります。そこには人類の歩みが刻まれているのです。経済の成長とともに輝きを増す都市。紛争や経済危機で暗闇に包まれる地域。エネルギー危機に直面し、あえて光を抑えた国々。光は喜びと悲しみ、希望と苦難が織り交ざった人類の奇跡。今回は光の変化に隠された地球上の物語をたどる冒険へ皆様をお連れいたします。宇宙から見下ろした地球。闇を切り裂くように無数の光の点が瞬き、大地が呼吸するかのように輝いています。この光は人々の暮らし、社会の営み、そして経済発展の足跡が刻まれた人類史の輝かしい証なのです。眠っていた都市が次々と目を覚まし、人々の営みを示す光を放ち始めたアジアやアフリカの新興国。かつては限られた都市だけが光を放っていた地域に、今や無数の明かりが広がり、国境を越えて一つの光の大地を描き出しています。ブラックマーブルのデータ上で成長や繁栄を示す紫色の地域を見ていきましょう。インドです。この国の変化は圧巻です。ニューデリーやムンバイ、ベンガルールといった大都市の光は年を追うごとに強さを増し、輝きを放っています。内陸部に点在していた小さな町や村が急速に産業団地や住宅地へと姿を変え、夜空に新たな光を灯し始めたのです。それは経済活動の拡大、そして人々の生活がより豊かになっていることを雄弁に物語っています。農村に暮らしていた人々が都市へと移り、工場や IT 産業の発展が雇用を生み出し、その結果として夜の闇に輝く光のネットワークが日ごとに広がっていく。経済発展という希望の灯火なのです。次に目を向けるのは中国です。沿岸部の上海や広州は2012年の時点ですでにまばゆい光を放っていました。
それから10年余りの間に中国の都市地図は別物に変わります。内陸部の巨大都市が急成長し、その周囲にも光が連なり、広大な大地を埋め尽くしていきます。夜空から見れば、中国全土が光の川でつながり、星座のように都市群がきらめきを増しているのです。世界の工場であった中国が経済発展していく姿が、その光の強さに投影されているのです。この光は人類の繁栄の象徴とも言えるでしょう。アフリカにも目を向けてみましょう。中でも顕著な変化を遂げているのがナイジェリアです。アフリカ最大の経済大国と呼ばれるこの国では、ラゴスを中心に光が急速に拡大しました。2012年には海岸沿いにわずかに浮かぶ光に過ぎなかったこの都市が、広大な範囲を覆う巨大な光の塊となり、大陸全体の未来を照らす灯火となっているのです。電力インフラの整備が進み、人々が夜でも安心して暮らせるようになり、商業施設や住宅街が次々と生まれる。都市化という言葉を超えて、希望の光が大地に根を張る過程でもあります。中東、ドバイ。砂漠に囲まれたこの街は、ひときわ異彩を放っています。かつては小さな港町に過ぎなかった都市が、今では世界を代表する観光、経済都市へと変貌し、夜の砂漠に強烈な光を放ち続けています。高層ビル群のイルミネーション、人工島を縁取る街灯、そして観光施設のまばゆい光。それらは一つの都市を超え、国家の未来戦略を象徴しているのです。ドーハ、アブダビ、リヤド。こうした中東の都市もまた、観光開発やインフラ投資を背景に光を増し続け、闇の砂漠に巨大な星座を描き出しています。こうして見ると、夜の地球に広がる光は、まさに人類の歩み。それぞれの光には、人々の息遣いがあります。農村から都市へ、暗闇から光へ。希望を象徴する成長の物語。人類が築き上げてきた豊かさの証であり、同時に未来への希望の灯火。私たちはこの光の広がりに何を見るのでしょうか。夜の光の広がりに私たちは希望を見出します。その一方で光が失われていく場所も存在します。闇に飲み込まれていく都市や村々。人々の暮らしの証である光が消えるとき、それは生活の破壊、そして社会の崩壊をも意味します。夜の地球に現れる暗闇の拡大は悲劇の記録そのもの。多くの光を失ったオレンジ色で示された地域を見ていきましょう。ウクライナです。
かつて、キーウやハルキウ、オデッサといった都市は、豊かな歴史と文化を誇り、夜には多彩な光を放っていました。しかし戦火が広がり、その光は一瞬にして奪われました。空爆による電力施設の破壊、広範囲の停電、そして数百万もの人々が家を追われたことにより、都市の明かりは次々と消え去っていきました。人工衛星のデータは、その変化を明確なまでに映し出しています。かつてきらめいていた大都市の光が静かに暗転していく。戦争を前に文明の灯火がいかに脆いものであるかを私たちに突きつけてきます。シリアもまたその象徴的な例です。ダマスカス、アレッポ、コムス。かつて夜に輝いていた都市の光は、長期にわたる内戦によって無残に削り取られました。電力インフラは破壊され、人々は家を失い、都市の機能が麻痺しました。光が消えた都市は、戦争が奪った未来の象徴。街灯の消失は、人々の暮らしの消失であり、子供たちの夢の喪失でもあるのです。光を奪うのは戦争だけではありません。ナイル川沿いにもまた光の変化が見られます。古代から文明を育んできたこの大河の周囲には人口の 97% が集中しており、夜間の明かりは人口の密集地帯をくっきりと示しています。しかし近年、その光が揺らいでいます。エチオピアが建設した巨大ダム、グランドエチオピアルネッサンスダムにより、下流に暮らすスーダンやエジプトでは、ダムの貯水期間中に自国の水力発電量が減少し、電力供給が不安定になることを懸念しています。人工衛星の夜間画像に映る光の減少は、国家間の資源争いとその影響を可視化しています。大河の光が弱まることは、数千万人の暮らしと未来が危機にさらされていることを意味しているのです。そして、もう一つ忘れてはならない場所があります。北朝鮮です。ここでは戦火や経済崩壊といった劇的な出来事はなくとも、長年にわたる孤立と制裁の中で国全体が暗闇に包まれています。衛星から見れば、お隣の韓国が光り輝いているのに対し、北朝鮮は平壌を除いてほとんどが暗闇に包まれています。経済的な孤立と閉鎖的な体制を象徴するものです。光がないという現実は、言葉以上に雄弁にその国の状況を物語っています。夜の地球における光の消失。そこには人々の苦しみがあり、社会の崩壊があり、未来を奪われた悲劇が存在しています。私たちは、この暗闇をどう受け止めるべきなのでしょうか。
ラックマーブルのオレンジ色が示すのは、人々の悲しみだけではありません。繁栄の証であるまばゆい都市の光を減らす取り組みも進んでいます。過剰な光はエネルギーの浪費であり、生態系や人間の健康に影響を与える公害としての側面も持っているからです。それに気づいた世界の国々は、光との共生を模索し始めています。フランスはその象徴的な例です。2013年以降、政府は夜間の照明に関する規制を次々と強化してきました。商業施設やオフィスビルを夜通し明るくし続けることを制限し、深夜帯には広告やショーウィンドウの光を落とすよう義務付けました。そして2022年、ロシアによるウクライナ侵攻を背景としたエネルギー危機が訪れると、その取り組みは一気に加速します。市民に節電を呼びかけるだけでなく、公共空間の照明にも厳しい制限が導入されました。この動きは夜空を見上げた時に無数の星を再び見られるようにするため、そして夜に活動するコウモリや昆虫といった生態系を守るための未来への選択でもあるのです。ドイツではエネルギー危機の際にさらに大胆な対策が導入されました。ブランデンブルク門やケルン大聖堂など象徴的なモニュメントのライトアップが次々と中止され、市民に強いインパクトを与えました。夜の街路も例外ではなく、多くの都市で街灯の点灯間隔を広めたり、早い時間に消灯する試みが行われました。一時的な非常措置であると同時に、光の使い方を見直す契機ともなったのです。スペインはさらに先進的です。古くから天文学の拠点であるカナリア諸島などでは、夜空を守るための法律が厳格に定められています。照明器具は光が空に漏れないように設計され、特定の時間帯には必ず原光または消灯されます。星空は人類の共通の遺産であり、科学的探求のための貴重な資源でもあります。スペインの取り組みは、それを守り抜くという強い意志を世界に示しているのです。イタリアでもロンバルディア州をはじめとする地域で公害防止条例が制定されています。公共施設だけでなく民間の照明にも厳しい基準が設けられ、眩しすぎる光や不要なライトアップが制限されるようになりました。古い歴史を誇る都市や美しい田園風景を守るために、光の使い方自体が問われているのです。そしてアメリカでは、ユタ州やアリゾナ州の国立公園で、ダークスカイパークと呼ばれる取り組みが広がっています。夜の人工照明を徹底的に制限し、訪れた人々に満天の星空を体験してもらうための試みです。都市部でもニューメキシコやアリゾナなどで公害を抑える条例が制定されるなど、地域ごとに動きが拡大しています。これらの取り組みが示しているのは、人
一つの共通した思いです。光は時に人類の味方であり、時に制御すべきものである。夜の光は私たちに安心を与え、都市を成長させてきました。その一方で、過剰な光は星空を覆い隠し、生き物の命を揺るがし、無駄なエネルギー消費として気候変動を加速させます。だからこそ世界の国々は、光を減らすという選択を未来への投資として受け入れ始めているのです。暗闇を恐れるのではなく、暗闇を尊重すること。私たちが本当に守るべき光とは、人々の暮らしと地球の自然だという気づきを与えてくれます。光と闇、その均衡を探し求める人類の挑戦は今も続いているのです。アジアの大都市、ヨーロッパの街並み、アフリカの広大な平野。光は人々の暮らしを示し、文明の営みを物語っています。しかしその輝きの裏側には、私たちが見過ごしてきた課題も潜んでいるのです。エネルギーを消費しすぎる社会。星空を覆い隠す公害。戦火や経済の混乱によって失われる生活の明かり。夜景は美しくとも、その光の一粒一粒は未来を試す問いかけでもあるのです。これからの時代、私たちはこの光をどのように扱っていくべきなのでしょうか。無秩序に輝く光で大地を覆い尽くすのか、必要な場所にだけ暖かな光を残し、暗闇の中に広がる星空を再び取り戻すのか。戦争や経済政策によって失われた明かりが、光の脆さと人々の暮らしの儚さを私たちに突きつけます。私たちはこの光をどう増やし、どう守っていくのか。未来の夜景がどんな色を放つのかは、今を生きる私たち自身の選択にかかっています。今この瞬間も、闇を恐れず、光を奪わず、星と共に生きる未来を、私たちは選び取ることができるのですから。今回の冒険はここまで。また次の冒険でお会いしましょう。